こんにちは、ぴよぴっこです。今回は視聴者様にいただいた縫いの刺繍についてのご質問に答えながらぬいぐるみを作っていきたいと思います。作るのは原神の新キャラクター、キーニチ。紙がメッシュ、三つ編み、そして鉢巻き。ぬいぐるみとして表現するのがかなり難しいと思われるこちらの髪型に挑戦したいと思います。まずは仕上がりイメージとなる縫いデザインを描きます。私はクリップスタジオを使っています。パーツを省略したりデフォルメしたり、紙の立体感をどのような構造で表現するのか試行錯誤しながら作ります。そして完成した縫いデザインを参考に紙の型紙を作ります。私は刺繍図案とともに1枚にまとめてプリントしています。今回使う材料はこちら。肌にはソフトボア、紙は3センチボアを使用して跳ねた紙を表現しようと思います。刺繍糸は今回もリトルクローゼットさんのものを使います。型紙はぴよぴっこ監修のこちらの本に掲載されている20センチサイズで作ります。基本の作り方は本や過去動画でご紹介しているので参考にしてみてくださいね。前髪も刺繍するのでベースとなる前髪を先に用意します。最近紙の布を先にカットしてしまうやり方を試してみています。刺繍枠に挟むときに厚みが出にくく挟みやすい気がします。縫い代の毛足は軽くカットしておくと見やすく、後で縫製もやりやすいですよ。縫製ラインと前髪の刺繍ラインの中をしつけ縫いします。しつけ縫いしておくことで布がずれるのを予防できます。これで刺繍の準備ができました。それでは刺繍を進めながらご質問にお答えしていこうと思います。下縫いはどこまでした方がいいですか？しない方がいいという意見もあり悩んでいます。確かに下縫いは必須ではありません。下縫いをするメリットとしては3つあります。1、布と刺繍シートが浮いたりずれたりするのを予防できる。刺繍シートが浮いていると針を刺す場所がずれて図案通りに刺せません。紙の布を間に挟んでいる場合は刺繍シートが浮きやすいため必ずしておいた方がいいです。2、面を埋めた時のシルエットがきれいになりやすい。図案に沿って下縫いの糸があることでサテンステッチの端が揃うのでシルエットが比較的きれいに仕上がります。3、刺繍シートがちぎれても刺繍を続けられる。刺繍シートは刺繍枠にピンと張られているため細かく針を刺しているうちにちぎれてくることがあります。ちぎれてしまうと本来の位置からずれてしまい完成しても歪んでいたりちぎれ具合によっては最悪刺繍を継続できなくなります。下縫いをしておくとある程度固定されているのでそのような心配はありません。デメリットとしては一手間がかかる点と少し厚みが出てしまうことでしょうか。どこまで下縫いするかは図案や好みによるのですが今回は大きなパーツ、眉、アイライン、白目のみ先に下縫いしました。ハイライトや瞳孔など小さなパーツは下縫いの後続けて面を埋めるとスムーズですよ。下縫いは必須ではありませんが
比較的綺麗に仕上がりやすいため、初心者さんには特におすすめしています。続いてのご質問です。刺繍が綺麗に同じ方向にできない、埋めるのが難しいからコツがあれば教えてほしいです。面を埋めるとき、方向が揃っていないと艶がなくガタガタした印象になってしまいますよね。方向を揃えるコツとしては、ブロック分けすることです。特に縫いのお顔は左右対称に刺繍しなければいけないので、あらかじめ図案に補助線を描いておくといいですよ。まずは補助線を刺してからその中を埋めていきます。それでも平行に刺せない場合は、補助線を増やしてみてください。また、刺す位置失敗しちゃった、斜めになっちゃったと感じたときは、糸をほどいてやり直すのも大切です。とても面倒に感じると思いますが、一針一針こだわりを持って丁寧に刺していくことが重要です。機械じゃないので刺し間違いは誰しも必ず起こります。見なかったふりをせず、ぜひその一針に向き合ってみてくださいね。面を埋めるコツとしては、とにかくきっちり隙間なく刺すことです。刺繍は1ミリ以下の作業を繰り返すという根気の必要な作業です。気持ちが焦っていつの間にか隙間が大きくなっていたりすることがあります。サテンステッチであれば、後から隙間を埋めることも可能です。刺し終えたら糸を切る前に、隙間がないかよく観察するようにしてみてください。裏側から見ると密度が甘い部分がよくわかりますよ。刺繍は焦って作業するとほぼ間違いなく雑な仕上がりになってしまいます。完成を焦らず、休憩を挟みながらゆったりとした気持ちで楽しみながら進めることが大切だと思います。続いてのご質問です。糸の方向を縦にするか横にするか、どうやって決めているのか教えてほしいです。これは好みで選んで OK ですが、考え方としては2パターンあります。一つは手刺繍のセオリーにのっとり、距離の短い方向に対して刺すというものです。長い距離を糸が渡っている場合、隙間が目立ってしまったり、何かに引っ掛けてほつれてしまうリスクがあります。短い距離に対して刺すことが手刺繍の基本になります。もう一つはミシン刺繍を参考にする場合です。既製品のぬいぐるみのお顔はすべてミシン刺繍なのですが、観察してみると距離の長さで方向が決まっていないことがわかると思います。ちなみに、ミシン刺繍には畳縫いという広範囲を埋める打ち方があり、これを手刺繍で表現するなら、整然と刺したロング&ショートステッチになります。手刺繍ならではの味を大切にするか、既製品のような仕上がりを目指してミシン刺繍風に仕上げるか、もちろん部分的に混合するのも自由です。私は最近、ミシン刺繍風に憧れて、ロング&ショートステッチをできるだけ取り入れるようにしています。ロング&ショートステッチの方向も好みではあるのですが、横向きの方が畳縫い感が出る気がします。白目がサテンステッチなのは、工場産のぬいぐるみを参考にしているからです。続いてのご質問です。下まつげの線の刺繍が知りたいです。アウトラインステッチやバックステッチだと、線の太さが物足りないです。線の太さが足りないときは、単純に刺繍糸の数を増やすのが一番簡単です。今回は2本取りのバックステッチにしてみました。糸の数を増やしたくない場合は、縦に細かくサテンステッチをするというやり方もあります。現にミシン刺繍の口や二重ラインは、ほとんどがサテンステッチで表現されています。かなり大変ではありますが、本格的にミシン刺繍風に仕上げている方は、このやり方を取り入れているようですね。左目の刺繍が完成しました。解説の都合上、片目だけを刺繍していますが、両目同時に進める方が左右対称になりやすいです。
次に前髪を刺繍するのですが、手刺繍の場合は刺繍枠を外さずにそのまま続けて仕上げてください。家庭用ミシンで前髪を縫い付ける場合は、刺繍枠を逆向きに挟み直します。家庭用ミシンのジグザグ縫いを使います。縫い目の長さは 0.3 ミリ、振り幅は 2.5 ミリです。刺繍シートをちぎって取り除きます。この時刺繍を傷めないように注意します。肌の布をカットします。紙に合わせて上部を裁断し、それを目安に型紙を書き写します。下部も裁断すると、お顔の完成です。金太郎みたいになっていますが、次回でキー日になりますのでご安心ください。今回すべてのご質問にお答えすることができませんでしたが、またこのような動画を定期的に配信できればいいなと思っています。ではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ぴよぴっこでした。